どうも、さっさんです。今回はですね、先日レビューしましたこちらエルガト Wave XLR Pro についてですね、これ2026年7月に登場したばかりの配信用オーディオインターフェースなんですよ。これ1台あるだけで配信のね、音管理非常に快適にできるようになるんですが、値段はね、そこそこします。6万円ちょっとぐらいね、値段するんですよ。で、その場合にこちらですね、これも以前レビューしたんですけども、ローランドブリッジキャスト X どっちにしようかなっていう風にね思われる方いるんじゃないでしょうか。ということで、今回の動画は私さっさんの場合はどちらをね、これからメインで使っていくのか、そしてどんな方にはブリッジキャスト X の方が向いていて、逆にこういう場合は Wave XLR Pro の方がいいよみたいなね話をしていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速なんですけども、この2台の価格の違いについてですね、Wave XLR Pro は約6万円、ローランドブリッジキャスト X は約6万8000円となってるんですよ。若干こっちの方が高いんですけども、結構似たようなね、価格帯にはなってます。ただ、ターゲットっていうのは本当に違いまして、基本的にローランドブリッジキャスト X っていうのは、1人で配信を行う場合ですね、XLR のコンデンサーマイクとかダイナミックマイクを1つ接続して、ヘッドホンやイヤホンも1つ接続して配信を行う。その場合の調整っていうのは本体のね、つまみだったりボタンで瞬時に細かく行うことができる、こういった製品になってるんですよ。それに対して Wave XLR Pro はですね、ダイナミックマイクやコンデンサーマイク最大2台まで接続することができまして、さらにヘッドホンとかイヤホンも2つね接続できるんですよ。つまりね、こっちは1人でも使うことができますし、2人でね1台の PC から配信を行うということも可能なんですよ。それともう一つ、ブリッジキャスト X と大きく違うのは、本体に操作系が全くないっていうところですね。ボタンもつまみもね何にもないんですよ。あるのはマイクとか端子類だけ。もう似てるのは価格帯だけっていう感じですね。どちらも非常に便利なデバイスではあるんですけども、結構ターゲットはね異なるんですよ。じゃあ結局ね、これ2台とも持っていて、今後どっちをメインで使っていくんだっていう話になるんですけども、僕の場合はですね、今後もブリッジキャスト X がねメインになるかなと思っております。じゃあそれはなんでなのかっていうのをねこれから深掘りしていきたいんですけども、そのためにブリッジキャスト X 本体ね詳しく見ていただきたいんですが、まずねこれ本体結構大きいんですよ。サイズはねそこそこあるので、設置するにあたってねちょっとスペースは取ってしまうかなと思います。で、筐体はねこれ金属製になってまして、結構ね高級感もあるし、もうガチガチの配信機材みたいな見た目になってるんですよね。それがねまたかっこいいというか、ガジェット好きのね心をくすぐるものではあるんですけども、でトップですね、ここにねいろんな機能調整を行うつまみとかダイヤルついてるんですよ。これ過去の動画でね詳しくレビューしてますので、検討されてる方はねそちらも見ていただきたいんですけども、簡単に言うとこのつまみですね、これで各ソースの音量調整だったりとか、ミュートっていうのを行うんですよ。このボタンも使ってね。でその上にあるボタンとかつまみで音声にエフェクトをかけることができます。これもね非常に面白くて、例えばリバーブをかけたりとかボイスチェンジャーっていうのもね使うことができるんですよ。でその右側、真ん中より少し右のねエリアなんですが、ここでは例えば自分がねモニターしてる音量調整だったりとか、スピーカーに流すね、ラインアウトの音量調整、配信に流す全体のボリューム調整っていうのを行うこともできますし、あとはこの上ですね、ビデオって書いてるボタン、ビデオとか HDMI in、USB アウトって書いてるボタンありますよね。これなんとですね、オーディオインターフェース、ミキサーという機能だけじゃなくて、キャプチャーボード機能っていうのも備えてます。キャプチャーボードっていうのは CS 機、例えば Nintendo Switch 2とか PS5 のゲーム映像をパソコンに取り込む時に必要になる機材なんですよ。それのおかげでパソコンを経由してですね、 YouTube とか Twitch なんかでね生配信を行うことができます。PS4 とか PS5 って本体の機能でね生配信を行うことできるじゃないですか。でもそれだとね設定の自由度が低かったりとか、画質のね
細かい調整ができなかったりとか結構不便なこともあるんですよ。そういった場合にねキャプチャーボードがあることでクオリティの高いね配信、画質の高い配信を行うことができます。で正面右側のこのパッドなんですけども、これはですねこうワンボタンで例えば効果音を鳴らしたりとか、あとはですねホットキーとして使うこともできるので、配信ソフトの機能をねワンボタンで使ったりとか、さっき軽く紹介したねマイクのエフェクトっていうのをワンボタンで適用したりとか、これも非常に便利な機能になってます。はい、次にブリッジキャスト X 背面なんですけども、まず右側、これがね XLR のマイク端子ですね。ダイナミックマイクとかコンデンサーマイク1つまで接続できると。で AUX、ラインアウト、さっき言ったキャプチャーボード用のね HDMI 端子が3つ。これなんでね HDMI 端子3つあるのかというと、1つはパススルーって言ってゲーム機 Nintendo Switch とかの映像をこの IN1 か IN2 につないであげます。するとパソコン上にね映像っていうのは表示できるんですけど、パソコンに表示するそのゲームの映像ってちょっとね遅延あるんですよね。その画面を見ながらだとゲームしにくいんですよ。そういう場合にねこのパススルーのポートっていうのが非常に重要になりまして、こっから外部のモニターに出力してあげると、ゲームの映像映るんですよね。その場合は遅延をほぼ感じずにゲーム遊ぶことができるので、基本的にはですねデュアルモニターで1台はパソコン用、1台はゲーム用みたいな感じで使うとね非常に便利になってます。で最後 USB 端子ね、これ3つありますよね。なんで3つなのかというと、1個は電源用、電源必ずねつながないと使えないっていうものではないんですけども、環境によっては必要になります。僕の場合はねこれ必要になりますね。あとは USB1 と USB2 っていうのがあります。つまりですねこれ2台のパソコンとか、もしくはパソコンとゲーム機っていう風にね、接続してあげることができるんですよ。これがね僕の環境にはめちゃくちゃ重要になってまして、というのも僕ねゲームやるときは Windows PC 使ってるんですけど、普段のね作業、例えば仕事とか、動画を撮って編集するっていうのは Mac なんですよね。どっちもメイン PC なんですよ。どっちかがサブとかっていう感じではないので、両方で同じように使いたいんですけども、このブリッジキャスト X はですねこの USB2 つでつないだ PC どちらからも設定行うことができるんですよね。これマジで便利です。あんまり重要視する人いないかもしれないんですけど、個人的にはねこれがめちゃくちゃ重要。1個注意点としてはキャプチャーボードの機能がありますよね。ゲーム機の映像を入力します。その映像を表示できる PC っていうのは USB2 番で接続した方だけなんですよ。USB1 番で接続した PC ではゲーム機とかのね映像を表示することはできないので、そこだけね注意してください。あとね HDMI の入力1と2があるんですよ。つまりこれゲーム機を2つ接続したりとか、あとはゲーム機とカメラをつないだりパソコンをつないだりっていうこともできるんですよ。このブリッジキャスト X ね簡単に 2PC 配信行うこともできまして、そのやり方も説明してるんですけども、なかなかねこういった機材ないので 2PC 配信したいっていう方にもね非常に重宝するものになってます。ただこの IN1 と IN2 同時に使うっていうことはできないので、そこは注意してください。つまり IN1 にねゲーム機をつないで、その上に IN2 につないだカメラの映像をワイプとして重ねるとかっていうことはできないということですね。どっちか一つだけ使えるっていう感じになってます。はい、続いてこちら Wave XLR Pro もね、前回のおさらいみたいな感じなんですけど、詳しくお見せすると、まず本体の素材はですねこれ樹脂製になってます。結構質感は高くてですね全然安っぽくはないんですけども、素材としては樹脂製となってますね。で正面右側にはヘッドホンとかイヤホンの接続端子、右が 3.5mm、 左が 6.3mm の標準ジャックになってるんですよ。どっちか一つヘッドホン1番として使うっていう風になってます。で背面に行きまして、右側から XLR が2つ、さっきも言った通りねこれマイク2本つなぐことができますので、2人で配信したりとか、もしくはですね1本は自分の音声を届けるために使うマイク、もう1本は何か音を取る用として、今ってね本当にいろんな配信する方いるので ASMR 用のねマイクつないだりとかで、生配信以外でもねもちろん使用可能なので、
動画収録の時のね、バックアップ用のマイクつないでおくとか、そういったことももちろん可能です。で、その隣が2つ目のヘッドホンを接続する端子ですね。同じく 3.5mm と 6.3mm。で、これ便利なのが、個別にヘッドホン1とヘッドホン2でどの音をモニターするかを分けることできるんですよ。音量も変えられるし、その辺もね、かなり便利だなと思いました。もちろん2人でね、使う場合じゃないとあんまり意味ないんですけど、単純に正面だと配線しにくいから1人だけど2番使うっていうこともできるし、ヘッドホンとイヤホン両方つないどいて気分とか用途に合わせて好きな方を使うってことも可能です。で、その横が LINE インと LINE アウト。スピーカーに音を出したりとか、スマホの音を入力したりとか、そういったことが可能ですね。で、最後 USB 端子。こちら2つなんですよ。ブリッジキャスト X は USB3 つありましたよね。1個が電源用で、残り2つでね、パソコンとかゲーム機接続するっていう感じだったんですけども、こちらはね、電源用の USB っていうのはないんですよ。そういった補助の電源なしでパソコン2台つないだりとか、パソコンとゲーム機つないだりすることができると、これかなりね、いいですよね。ただブリッジキャスト X と大きく違う点っていうのが USB 左側がホスト、右側が AUX っていう風になってますよね。これどういうことかというと PC2 台接続する場合に AUX でつないだ方からはこの WaveXLR Pro の設定を行うこと残念ながらできないんですよね。ホスト側で接続した PC から行うということになります。これがね、僕にとってはちょっと厳しくて、さっきも言った通りね、僕は Mac と Windows 両方メインの PC なんですよ。でもこの WaveXLR の場合は AUX でつないだ方だと全くね、設定いじることできないので、結局ね、これはメインにできないなと、なってしまいました。これがね、できれば WaveXLR でもよかったんですけどね。じゃあここから専用ソフトの違いもね見ていただきたいと思います。まずこちらブリッジキャストのね専用ソフトですね。ソフトの名前もねブリッジキャストっていうものなんですけども、これがホーム画面。ここでね、音量の調整とか行うんですよ。ボタンの割り当てとかもね変更できたりするんですけども、この縦のねスライダーで音量調整するんですよ。後でね WaveXLR Pro の専用ソフトを見ていただきたいんですが、そっちはね横スライダーになってるのでちょっとそういう違いっていうのはありますね。別に慣れればねどっちでも使えるんですが、で他にもねいろんな設定項目がありまして、こっちもねマイクの設定ですね、ノイズ対策とかコンプレッサーかけたりイコライザーね調整したりとかできますし、あとさっき言ったねリバーブとかボイスチェンジャーっていうのはここで行います。ちょっと軽くやってみましょうか。はい、はい、どうでしょうか。これねリバーブかかってるんじゃないでしょうか。で、これがね、ボイスチェンジャー機能ですね。ハイボイスってやつ選んでみてます。今ね、僕モニターしてないんですけど、多分かかってると思います。で、ファットボイスとか。で次にゲームのところに行きまして、これね結構ゲーマーには嬉しい機能として、最初からねゲーム向けのイコライザーっていうのが入ってるんですよ。Apex 用のやつ、バロラント用のやつ、フォートナイト用のやつとかってなってますし、バーチャルサラウンドっていうのも使えるんですよ。しかもさすがローランドさんが作ってるだけあって音質いいし定位感もいいし、でもちろんねイコライザーに関しては、自分でねカスタマイズして登録するということもできます。で、チャットっていうのは友達のねボイスチャットの音声に調整かけてあげたりできますし、コントロールパッド、さっきお見せしたねパッド機能の機能を割り当てたりとか、基本的にこういう感じの使い方になってます。ただこれ欠点としては Windows で使う場合はねいいんですけど、 Mac はねちょっと微妙だなっていうのがありまして、どういうことかというと、これねブリッジキャスト X は PC に接続するとこんな感じでね、システムブリッジキャスト X、ミュージックブリッジキャスト X、ゲームブリッジキャスト X とかってこう複数のデバイスを接続したみたいな見え方になるんですよ。で割り当てしたいソースごとにそれに当てはめてあげるっていう使い方なんですね。ゲームの音はこのゲームに割り当てて、普通に PC から出力されるメインの音はシステム、友達のボイスチャット音声はチャットとかっていう風に、やりたいんですけど Mac 純正の機能でそれを割り当てることができないんですよ。こう Discord とかであれば Discord の設定画面にねこのスピーカーっていうのがあるので、ここで、チャットブリッジキャスト X とかっていう風に選んであげれば、できるんですけど、こういう風に選択できないソフトっていうのもたくさんあるので、基本的には Windows の方が使いやすいと思います。はい、次にこちらが WaveXLR Pro 用の専用ソフト
Wave Link っていうソフトですね。ちょっと簡単にいきますけど、この Elgato デバイスに表示されている Wave XLR Pro の中で、マイクの設定したいんだったら、例えばマイク1開いてあげて、入力ゲイン変更したりとか、ファンタム電源オンオフ、エフェクトかけてあげたりっていうことができます。これもね、非常にデバイスとして優れてまして、ハードウェア自体にエフェクトを数多く搭載してるんですよ。ノイズ対策もバッチリできてますし、音割れ防いでくれたりとか、ちょっと声にね、温かみをプラスしてくれるボイスチューンとか、で、ソフトウェアエフェクトにはなるんですけども、ノイズ対策、このボイスフォーカス AI アクースティックスってやつをオンにするとですね、もうかなり気になるノイズを抑えることができます。マウスのクリック音とか、キーボードのタイプ音みたいなのもかなり防いでくれて、違和感もそんな出なかったりするんですね。ただ純正の機能としてね、リバーブとか入ってないんですよね。そういった機能を使いたいのであれば、マーケットプレイスから自分でこう欲しい機能を、有料のやつもあると思うんですけども、購入してここに追加してあげるみたいな使い方になります。それも組み合わせるとかなりできること多いので、ボイスチェンジャーとかも使えると思いますし、いろいろ探ってみるとね、面白いと思いますね。ブリッジキャスト X っていうのはもう最初から入ってる機能をこういじって使うって感じなんですけど、Wave XLR Pro はこれからもね、マーケットプレイスで新しい機能どんどん追加されると思うので、将来性っていうのはね、かなり高いんじゃないかなと思いました。で、この Wave Link っていうソフトは、ただ Elgato デバイスのね、設定を行うっていうものではないんですよ。このミックスっていうところが非常にこう便利になってまして、この縦軸が入力ですね。で、横軸が出力。今ね、入力が Wave XLR しか表示されてないんですけど、例えばですね、基本的なパソコンから出力されるやつは全オーディオっていう風にしておいて、あとはですね、Discord 友達の音声は Discord だし、パソコン Google Chrome の音、ちょっと Mac にね、ゲームとかが入ってないんで、できないんですが、この入力をどっから出力するかみたいな設定がこの横軸なんですよ。パーソナルミックスっていうのは自分が聞く音ですね。例えば Google Chrome で動画流してるとか音楽かけてるってなったら自分聞きたいじゃないですか。だからここにチェック入れます。これで音楽聞けたりとか動画の音声自分に聞こえるし、もし配信にも流したいんだよなってなったらストリームミックスポチってやってあげると配信にも流せると。しかもこれ簡単にミュートもできますし、あんまないと思うんですけど、友達にもこれ聞かせたいってなったらチャットアウトにもね、これ入れてあげると、簡単にね、友達にも今こういう音楽聴いてるんだよねっていうのを流してあげたりとかもできます。で、Discord もですね、これ友達の音声が入ってきてる、チャンネルなので、自分が聞きたいですよね。で、友達の音声をチャットアウトに流すとハウリングっていうか戻ってしまうので、これはね、絶対オンにしないわけなんですけども、配信に載せたいとかってなったらここオンにしたり、そんな感じの使い方ですね。ちょっと最初これをね、難しく感じる方いるかもしれないんですけども、慣れてしまえばね、結構簡単にね、使えるんじゃないかなと思います。しかもこの Wave Link すごいのが無料で使うことできるんですよ。今ね、Elgato デバイス接続してるので、ここにね、Elgato デバイス表示されてはいるんですが、Elgato デバイスじゃなくてもね、使うことできます。極端に言うと、ブリッジキャスト X をこのソフトで使うみたいなことも可能ですね。正直ソフトとしてのとっつきやすさ、機能性で言うと、僕はこっちのね、Wave Link の方が好きですね。UI もね、こっちの方がスタイリッシュというかね、そんな印象は受けました。結構ね、ブリッジキャストはね、ちょっと業務的なね、硬い印象を受けたっていう感じですかね。別にそっちでもね、慣れれば全然大丈夫なんですけど。でも一応気になる点として、Wave Link っていうソフトはですね、ちょっと安定性がまだ確立されてないなっていう感じですね。実は僕 Wave XLR Pro は発売前にね、これご提供いただいてたんですよ。で、その時ね、動作全然安定してなくて、もっと早く動画出したかったんですけど、出せなかったんですよ。アップデートが入んなくて。もうね、今はだいぶ安定してきたんですけど、まだ 100% こうバッチリだなっていう感じでもないんですよね。今後どんどん改善はしていくと思いますし、アップデートペース早いのでね、あんまり心配してないんですけども、ちょっとそこはね、頑張ってほしいなと思いました。で、ちなみにさっきブリッジキャストの場合は Mac でね、こう個別にソフトの割り当てする機能がないって言ったんですけど、この Wave Link はね、できちゃうんですよ。この入力のところでね、自由にこうソフト選択できるので、一応できます。でもそれもね、まだちょっと安定してないというか、ちゃんと設定した通りに Mac だと音が出なかったりするんですよね。Windows だと Wave Link もね、ちゃんと動いたんですけど、そこもね、改善してくれたらもうめちゃくちゃね、いいソフトになると思いますね。
はい、というわけで最後にまとめなんですけども、さっきも言った通り僕はですね、今後もこのブリッジキャスト X メインで使おうと思ってます。で、こちらが向いてる人としては、基本的には一人で使う方ですね。で、本体だけでこういろいろね、調整を行いたい。もちろんブリッジキャスト X もね、ソフトウェアでの設定とか、調整っていうのはできるんですけども、やっぱりね、こう、本体にね、つまみとかボタンがあるので、瞬時にね、利用できるんですよ。これが非常に便利ですし、背面に搭載しているね、HDMI のキャプチャー機能で、ゲームの映像とか、こういったカメラの映像も表示することができると。で、非常に稀だとは思うんですが、僕みたいにね、2PC 環境でね、作業とか仕事、趣味、いろいろ使ってる方、そういった方はね、ブリッジキャスト X 非常にお勧めできると思います。そして Wave XLR Pro はですね、これ2本のマイクとかヘッドホンを接続して2人で配信を行ったりとか、あとはメインのマイクだけじゃなくてね、こう別の用途のマイクでバックアップだったりとか、音取り用のね、マイクもつないで使いたいなんて方。で、もうすでにストリームデックシリーズ持ってるっていう方もね、これ非常に便利に使うことができまして、本体にはね、全く操作系ないんですけども、ストリームデックシリーズにね、機能とかボタンを割り当てて、それでね、手元で操作をするってことは可能ですし、そうすることでカスタマイズ性マジでめちゃくちゃ高くなりますので、もうオリジナルのね、機能をどんどん入れて活用していきたいとか、将来性に期待してるなんていう方、エルガトのマーケットプレイスで面白い機能をどんどん入れたりすることできますので、そういう方には Wave XLR Pro の方がおすすめだなと思います。どちらも別でレビュー動画投稿してますので、ぜひね、検討中の方ご覧いただけますと幸いです。こんな感じでこのチャンネルではガジェットレビュー動画たくさんアップしてますので、もしよろしければチャンネル登録と高評価で応援していただけますと嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。